お久しぶりです。本日ははやぶさのクラッチレバーが届いたので交換してみます。購入したのはアクティブの STF クラッチレバーです。はやぶさのクラッチを握って一番最初に感じたのはクラッチミートが遠すぎるでした。おっさんの手が小さいだけなのかもですが、純正クラッチより多く調整段階があるものに交換していきます。今回このクラッチを選んだ理由は派手すぎないスリムな見た目、可動式調整ダイヤルの赤色が控えめのワンポイントで、自分のはやぶさの赤色と合いそうというところです。実際の調整クリック感はこんな感じです。赤いダイヤルを回すとクラッチのバネが伸び縮みしてレバー角度が変わります。クリック数は14回なので14段階程度の調整幅があります。今度は逆側にダイヤルを回せばクラッチのバネが縮み、レバーが遠くなっていきます。説明書にはレバーの変え方もしっかりと載っています。おっさんでも簡単にできたので大丈夫です。はやぶさのカウルが汚れないように念のためウエスを準備しておきます。使う工具は 10mm のメガネレンチとマイナスドライバーだけです。工具じゃないですがグリスは別途用意してください。今回取り外すのはクラッチレバーのこのボルトです。レバーの表にあるネジをマイナスドライバーで、裏のボルトをメガネレンチを使って外していきます。どちらかというとマイナスドライバーでネジを押さえつけてメガネレンチを回して緩めていく感じでしょうか。回しているとネジが外れるので、この時裏側のボルトを落とさないようにしてください。というわけで無事にはやぶさ純正クラッチレバーが外れました。アクティブのレバーにもカラーはついていましたが、今回は純正品のカラーを移植しようと思うので回収します。グリスでベタベタなので綺麗にします。綺麗になったら新品グリスを可動箇所に塗りたくっていきます。純正の油圧レバーとカラーの接触部分は大量にグリスが塗られていたので見習って塗ります。交換するレバーにもグリスを塗っておきます。これまたグリスを塗ったカラーを新しいレバーに移植して、カラーの穴が油圧レバーの突起に重なるようにセット。カラーの穴に油圧の突起がうまく刺さるように調整しながらクラッチレバーをセッティングしていきます。あとは簡単です。同じくグリスを塗ったネジをぶっ刺してボルトで締めるだけですね。それではまずはクラッチが切れるかエンジン停止状態で確認します。クラッチを握って油圧レバーが押し込まれた時にカチッと音が鳴ればクラッチは切れているはずです。大丈夫そうです。後でエンジン点火状態でも念のため確認します。それではお楽しみの純正品とサードパーティ品でどう変わったか検証していきます。純正品の最もレバーが近い状態で、ハンドルとレバー先端の距離は約 10cm くらいです。レバーの最も近い場所は約 5cm でした。アクティブのレバーで最も近い状態にすると、レバー先端は約 7cm、最短距離は 5cm でした。レバー最短距離は共に 5cm と変わりませんでしたが、レバー先端の距離が 10cm から 7cm まで劇的に変化しました。ただ1点注意点です。このアクティブの STF レバーは一番近くなるところでダイヤルを止めると、ク
クラッチが切れなくなります。個体差があるかもですが、おっさんのレバーは2クリック分トークすると OK でした。また、Amazon や楽天などの EC サイトで該当商品ページを見ると、写真がワイヤークラッチ用の画像しか載っていません。ワイヤークラッチ板は見た目も機構も全然違うので、届くまで不安でした。リアエズ適合車種が新型はやぶさであれば、このダイヤル式のレバーが届くと思います。心配な方は、ショップやメーカーに確認していただくのが吉そうです。とにもかくにも、今まではやぶさのクラッチミートは遠かったですが、このレバーに変えたことで、ミートが近くなり発進しやすくなりました。はやぶさのクラッチで悩んでいる人がいましたら、ぜひクラッチ交換を検討してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。